皆さんこんにちは、角川のりこうです。本日はこちら、100均で面白いアイテムを見つけまして、これを使ってね、たった2本でいけられる、本当にちょっとしたお正月花、皆さんにご紹介していければと思います。それでは本日の課題がこちら。はい、ということで今日は本当に簡単なので、もうちゃっちゃかいけていこうかなと思ってるんですけど、お花もね、たった2本でいいので、皆さんも何か参考にしていただければなと。ということでまずはこちら、もうお正月といえば定番の若松。今日用意したこちらの若松、まあまあ立派な方でして、このメインの太い部分なんて結構力強いんですけど、今日ご紹介するお花はこういった太い部分ではなくて、どちらかというとこういう月枝、小さかったり細いものの方が生けやすいかもしれないです。昨年にこちらの動画でこの月枝だけで簡単に生けれるお正月花というのもご紹介してるんですけど、今日のお花もそんな感じでそこまで立派な松は必要ないです。ですので過去の動画にこのメインの部分だけを使って生けるお正月花なんていうのもご紹介しているので、よろしければそちらも参考にしていただいてね、玄関とかリビングいろんなところにお正月花飾っていただいて明るい新年迎えていただけたら嬉しいなと。過去ご紹介したお花は再生リストのお正月花っていうところにまとめてありますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。いろんな季節のお花やそういったお花を使ったちょっとしたお花なんかも日々ご紹介して更新していますので。ということで2本目がこちら。これもお正月にはおなじみですね。千両という花材になります。ちょっと水揚げが悪いので水につけたままご紹介できればなと思ってるんですけど、こういったギザギザした葉っぱと鮮やかな赤い実をたくさんつけるのが特徴になりまして、なかなか寒い時期なのでお花も咲かない中、このように鮮やかな色をつける植物というのはやはり重宝されていますね。また名前に入っている千両というのは江戸時代の通貨単位が両になりまして、今の現代のお金に換算すると1億3000万ほどになるそうです。こうやって赤い実をたくさんつけることから縁起のいい植物とされていまして、お正月でも商売繁盛や金運の願掛けとして最初にご紹介したこちらの松と一緒にお正月では定番として飾られる、そんな植物になります。今日はこの2種類たった2本と、器がこちら100均で見つけてきた重箱、いわゆるおせち料理とかを入れるお重ですね。これは食器コーナーに売っていまして、模様がですね、こちらもまた縁起がいいとされている麻の葉文様と呼ばれる模様になります。鬼滅の刃の禰豆子が有名かなと。あと他にも縁起のいい模様としては、炭治郎の羽織ってた羽織の市松文様や波をあしらった青海葉なんてものも日本では古くから親しみのある文様とされています。またこのお重朱色なので黒いものもあったんですけど、今日の千両と合うかなと思ってこの色を選んできました。この朱色というのもまあ縁起がいいですよね。で、生け花というのは水が入れば何でも器になるので、これはよくこのチャンネルでもお話ししてるんですけども、本当に100均アイテムでもアイデア次第でお花を楽しく、そして綺麗に飾ることができますので、ぜひこのチャンネルを参考にしてみてください。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。で、さすがに100均なので漆を塗られてることはなく、ただのプラスチックなんですけど、もしご自宅に重箱があって漆が塗られてるようでしたら、こういった落とし、中に小さい器を入れてあげると水を入れても器は傷つかないので、ぜひチャレンジしていただければなと。ということで今日はもう直接剣山と水を入れていくんですけど、剣山もいろんなサイズありまして、これも器に入ればどんなサイズでもいいんですけど、今日はこちらだと少し大きいので、この長方形のもの、これを使って生けていこうかなと。これをできるだけ器の端っこの方に寄せて置いておく。で、今回は器に直接水を入れてしまうと。そしたら今日はまずは先にこちらの千両を生けていこうかな。で、今日の千両結構こう月枝がついてて実つきもいいので、なかなかいい千両ですね。千両にも等級がありまして、この実つきや丈の長さ、またこの枝の張り具合によって1本あたりの値段というのがガラッと変わってきます。で、今日ご紹介するのは本当にちょっとしたお正月花なので、もちろん実がたくさんついている方が華やかではあるんですけど、ここまで枝がたくさんついてなくても大丈夫です。あるからにはもしかしたら全部使っちゃうかもなんですけど、そのあたりも何か参考にしていただければなと。ということで、割と大きめの作品ですとこのまんまふわっといけたいところなんですけど、今日はちょっとしたお花なので、これ付け枝をすべて落として細かくしていきます。1本だけこのメインの部分長いの残しておきましょうか。ということで今落とした付け枝はこんな感じ。そしたらまずは短いのから生けていく。で、千両の茎一本一本もそれぞれ曲がりが違うので、まずはその曲がりを見てどこにどんな風に生けるといいかななんていうのを意識するといいですね。特にこの一本が今面白いですね。くねーっと曲がっていて、こう生けると葉っぱが後ろを向いちゃいますけど、こういう向きだと実も前を向いてくれるので、これをじゃあこんな感じでいけようかなっていう感じ。あとは実がたくさんついてる部分を正面に持っていきたいですね。
で、これも毎年ご紹介していまして、染料というのは水が下がると葉っぱがくたっと垂れてきて元気がなくなってしまうんですけど、一度水がしっかりと上がってくれると、寒い今の季節ですと1週間2週間ぐらいはこの綺麗な姿で楽しめるので、いけるときは下の部分をこんな感じで半分に割ってあげる。こんな感じですね。そうすると水と接する面積が広くなるので、より水揚げが良くなります。そうやって処置してあげてからいけると良いかと思います。まずは手前にスッと。とりあえずこんな感じかな。お重は口が広いため、剣山を端に寄せることで、できるだけこの水を見せてあげたいなと思っています。ですので、そういったところも意識して、ちょっと寄せながらいけていくと。そしたら2本目3本目も同様にいけていく。遅いですけど、しっかりと割ってあげて、これも同様にいけていく。この辺の染料は本当にあればあるほど入っちゃうので、最初にお話したように本当にシンプルなものでしたらこの2本ぐらいでもまとめることできるんですけど、今日はちょっと付け枝がたくさんあるので、中心部分ふわっと華やかにいけていこうかな。これがさっきお話ししてたちょっと表情のあるいい枝ですね。これは枝の曲がりを生かしてこちら側にスッといけていく。感じかな。イメージとしてはこの重箱からふわっと溢れるような、そんな感じになればなと思って今いけています。そしたら短いのはラスト。これは実がついてないですね。ですので少し後ろの方にいけていく。ちょっと皆さんから見て分かりづらいかもしれないんですけど、奥行きの方に1本いけてみました。で、こんな感じで染料でベースをふわっといけてあげて、続いてこちらの若松をいけていく。で、今日は最初にお話したようにこのメインの部分ではなくて、ここの付け枝の部分使っていこうかなと。ですので一旦ここは全部落としてしまう。今日は4本ですね。 OK。 そしたらこのメインの部分は今日は使わない。で、この細い付け枝をいけていこうかなと。これを先ほどふわっといけた染料の世界にツンツン混ぜ込んでいく。これも下の部分割っておくと丁寧ですね。短いのはちょっと手前にも。ツン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 混ぜ込んでいく。松ってこうスッと伸びやかにいけてもかっこいいんですけど、この細かい針のような葉っぱが中心部分にふわっと混ぜ込まれると、それもまた綺麗なんですよね。ですのでこういった付け枝というのは中心をこう華やかにするというので、とっても有効的な枝になるわけです。最後1本寂しいところ、どこかな。水に浸かる葉っぱはきれいに取ってしまう。で、やっぱ手前のこの辺りかな。ここの口元にふわっと。で、これでもうふわっと綺麗な世界ができたので完成でもいいんですけど、最後にもう1本長く取っておいたこちらの染料があるので、これを少し伸びやかにふっといけていこうかな。気持ちも伸びやかになるんでね。気持ちが伸びやかって変か。ふっと気持ちが柔らかくなるっていうんですかね。こんな感じかな。で、これも毎年ご紹介してるんですけど、100均とかに売ってるこういう水引き、これを作品にふわっとかけたりすると一気に華やかになるので、今日もこれ使っていこうかなと。まずは下の部分1箇所をセロハンテープで留めていく。こんな感じ。そしたらこれを今日は中心からふわっと広がるようにいけていきましょうか。これごめんなさい、もしかしたら染料を後で下に下げるかもしれないですね。この水引きちょうど今高さが長い染料と一緒なので、若干競い合っちゃってる気もしなくもないが、ちょっと落としましょうか。一発で決まらないのが生け花の面白さであり難しさですね。これも中心にふわっと混ぜ込んでいく。で、水引きをもう1本足していきますね。これで空間を少し華やかにしていこうかななんて。こんな感じかな。何度も申し上げるように、先ほどの高い染料やこの水引きなくても十分ここの部分でまとまってるので綺麗に飾れるんですけどね。で、せっかくの重箱なので最後にこの蓋を添えていく。
この蓋がまたいい味出すんですよね。こんな感じで器に寄りかけるように、これでたった2本で飾れるちょっとしたお正月花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。お花というのはちょっとしたアイデアで楽しく、そして綺麗に飾ることができますので、このチャンネルを参考にぜひチャレンジしてみてください。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方は、チャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。